言い方あれですけど、硬いはい、そうです、そうです。家柄というか、はい。反対されたんですか、はい、シェフになるの。もう大反対です。はい、コンビニに行ったら売ってたのでは帰る時電車賃もタクシー代もいらないんで、自転車で帰れるので、はい、その分お客さんたちに還元できたら素晴らしい。連続で同じメンバーですか。あんだけ仲いいんで。5月。もうそんな経ちますか。5月の半ば10、そうですね。はい、10何日に来ていただいたレノアとすごいいろんな方に知っていただいて、そうですか。すごいお客さんもたくさん来ていただいて、よかったです。はい、ありがとうございます。いや、知ってもらうってことはね、はい、重要ですね。で、おかげさまで8キロ痩せました。やばい、ダイエットに酷使した。本当に。泊まり込みですか。はい、まあ昨日はあれですね、皆さんお越しいただくので、まあでも4時半ぐらいには帰れました。なんか夕方の4時半みたいに言われてます。4時半です。倒れないでください。本当に。はい。心配になっちゃうな。気持ち始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ああ、深いですね。お値段を改定させていただいて、まあ正直言いますとかなり仕入れが上がったので、はい。それでも全国のね、飲食店そうじゃないですか。はい。まあなんかそれでもまあちょっとこうお得感出してこうお腹いっぱいになって満足して帰ってもらえたらと思って。3日3晩ほぼ寝ずに半泣きになりながら仕込みしたので、はい。ぜひド M ですね、やっぱりね。前回も言いましたけど、自分を追い込むっていうことですね。これおいくらのコースでしたっけ？これ13,200円ですね。は帰る時電車賃もタクシー代もいらないんで、自転車で帰れるので、はい、その分お客さんたちに還元できたら。タラバガニを、ボイルしまして、殻から外して、軽く柚子とあえて、京都のかぶらで、挟んで、ラビオリ仕立てにしてあります。あと上にキャビアと周りにその柚子の、皮を削って、添えさせていただきました。ちょっと和的なデスク。これがスペシャリティ。伝統のスペシャリティ。あ、いい香り。トリュフのシフォンケーキです。トリュフもだいぶ黒くなってきまして、香りもかなり高くなってきました。で、目の前に、添えてます黒いピュレデュクセルと言います。エシャロットのみじん切りを1時間ほど炒めて、そこにマッシュルームのピュレを入れて蓋を閉めてオーブンで約6時間、水分だけ飛ばして旨味と香りを残したものです。そうですね。いい香り。ご飯食べられるにどうですか、フレンチ。正直言いますと行きたいんですけど、行く時間がない。着きましたね。はい、休みの日も出てきて仕込みをしているので。休みじゃない言わないでください。そうするとどういうところでインプットとかするんですか？あんまりこうフランス料理を食べに行くといいなと思うとこう真似したくなるので、だからまあ違うこう
ジャンルの料理を、はい、いただきに行くことの方が多いかもわからないです。はい。あ、忘れ物。肝心なソースをなるほど。サンマと、ナスと、生姜、あとドライトマトを入れた、テリーヌです。で、間に、キャビアドオーベルジーヌという、ナスで作ったピューレで、つないであります。手前をソース、肝を叩いたものにバルサミコ、あと、オリーブオイルでつないだドレッシングを、添えてあります。サンマうまっ。うまいっすよね。うん。バランスめっちゃいいですね。いいっすね。美味しい。で、ナスがまた、ナスと生姜がすごい。酸味もいいっすね。そうおっしゃっていただけると、昨日4時半まで仕込んだ一元さんで入ってくるお客さんいますか？ああ、今、ほとんどもう、はい、ほとんどいないですね。逆に、ラッと一元で入ってこられても、もう対応できない。は仕込みもい。なるほど。はい。で、もう、その日のご予約の分しか、ご用意してないので、入ってこられたら、ポカンと口を開ける。何しに来たんですか。いやそんなことは言わないですけど。肉まんです。はい。牛のテールの煮込みと、乾燥のセップだけを、戻したものに、グレスドーワという、フォアグラの油を少し入れて、肉まんの生地を作って、蒸しました。おソース、テールを煮た時の、お出汁をそのまま煮詰めて、バターと合わせて少し懐かしい味のおソースになってます。なんかシチューっぽい。はい、テールシチューを冷ましてでテールだけ引き上げて冷蔵庫で1日休ませてでそれを、今度その骨から外してほぐしてからフォアグラの油と、セップだけを合わせて中に入れてあります。すごいお肉さっぱりしてていいですね。すごい優しいテイストで、はい食べやすいし、はい、美味しいですね。すべて手作りっておっしゃってましたね。なんで肉まんにしようと思ったんですか。はい、コンビニに行ったら売ってたので肉まんじゃ面白くないんでちょっと違う感じで、当時いろんなとこからインスパイアされてますね。肉まんとおでんの時期なんだなってコンビニで教えてもらいました。フレンチシェフがコンビニでインスパイアを受ける。香りがうまい。うまいです。ほのかに甘い。美味しい。ありがとうございます。地味深い味。はいなんかす
ごいオマールよりも肉肉しい。はい、ありがとうございます。見た目こってりっぽい感じですけど全然はい、そうです。すごい繊細な話というか。大木さん前回は、はい結構大変な時期でしたよね。はい、無事、はい、それももう49日も終わり、はい、多分こなして忙しくなったのは喜んでくれてると思います。はい。前回撮影の直前にお父様が亡くなられて、そういうタイミングだったんですよ。全く父親と違う仕事というか、父親は公務員だったので母親が薬剤師で、なんかちょっと言い方あれですけど硬いはい、そうです、そうです。家柄というか、はい、反対されたんですか、はい、シェフになるの。もう大反対です。そうね、はい、最初だから高校出た時にもう公務員になれって言われましたし、はい、お父さんみたいになりたくないのでって言ってちょっときつい一言ですね。なるほど。リードボーの、ムニエルに、栗のブルーテです。その上に、ベーコンを、カリカリにしたものを合わせて、上から、ちょっと軽さを出すために栗のスープが少ししっかりしているので上から、牛乳の泡を添えて、カカオのパウダーを振ってあります。多分デザートですね。はい。そうですね。アルベールというおソースです。エシャロットと、マッシュルーム、あとそこに、ノイリー酒を入れて、煮詰めて、そこに、栗で取った頭のお出汁、ヒメドポワソンと言います。そのヒメドポワソンを足して、それを煮詰めて、最後バターで濃度をつけたおソースです。ソースがとっても美味しくできました。ソースたっぷりつけて召し上がってください。高級食材ですね。美味しいですね。でもよく行くお魚屋さんが安くしてくれるのでとか使えてます。チーズ香りがあってあとこのスープというか、はい、あとね、トムスープも自分のテイストがいい色ですね。はい、美味しく焼けました。おー。アワビ、長崎県の、黒アワビに、ホタテ貝のムースを、貼り付けて、パイで包んで焼き上げました。おソース、ブールブランというおソースです。もう本当にシンプルで、貝類ととってもよく合うおソースです。今回高級食材僕。いや前回もアワビは使ったんで、はい、まだまあ、はい、使える範囲1人半分ですけど。古典的な料理ですけど相当ドストレートな。はい。ブルーがなさそうし結構心の声が、苦味がいいですね。後味のはい。やっぱりこう間に合わないですよね。1週間分って仕込んだつもりでいてても結局3日か4日ぐらいしか持たないので、なのでまあ週に1回か2回は朝帰りとか、普段でもまあ大体帰るのは早くて2時とか3時なので、はい、失礼ですけど、僕いくつですか？僕ですか？はい、52です。でもなんか疲れたまる時期。そうですね。もういい加減こういう仕事
やめないととは思いますし、お客さんが来てくれる以上はね、やっぱりこうちゃんとしないとお金いただくので、体がついてくるついてこないは別ですけど、月明けの月曜日なんか僕ここで寝てたんです、その椅子の後ろで。はい、で月曜と木曜にお掃除してくれる子が来てくれるんですけど、もう朝の8時ぐらいにめちゃくちゃ眠くなって、そこで寝てたらちょうど9時半ぐらいにその子が入ってきて、そこでギャーって大きい声出して倒れてると思いますよ。それで僕飛んで起きて、でかい声出すなっつって、いやいやいや、本当ですね。いや死んでるかと思いました。死ぬかそうかみたいな。確かにさ、焼くだけとかじゃないっすもんね。がっつり全部料理、手の込んだ。そうですね。もうそれこそこのソースもそうだしね。はい、小エビを使いましたチーズのリゾットです。お疲れ様でした。シンプルにうまい。地中にエビが広がるわ。すごいエビのお味が。濃いっすね。今日ちょっと朝早いめに来て、はい、お出汁だけ取ったので、はい、香りが一番立ってると思います。この前お越しいただいて、もちろん6月7月はすごい勢いでうわっと予約が入って、2ヶ月で330人お越しいただいたんですけど、ありがたいことに2割半から3割ぐらいはリピートしていただいて、美味しいですもんね。で、なんかここは本当に今でもだから毎月予約を帰りに入れてくださるお客さんもたくさんいらっしゃいますし、毎月はいお越しいただくお客さんも。いや、それはただの僕の動画のきっかけに過ぎないんで、いやそれは大木さんのお料理が美味しいから単純にリピートされるだけだと思う。なんか全部きっかけですよね。なんかいろんなすごいいい職人いるのにきっかけがない。そうピャオシャンもそうじゃないですか。そうですね。で、やっぱ食べるの上にいるのとこれだけしか見てない。そうですね。大して美味しくなる感じがそうです。予約が来る。このごまのアイスすごい。うまいですね。このアイスも手作りですか。はいですよね。そういう味がします。美味しい。仕込みまくったんですか。もう半べそかきながら半泣きになってどうしよう間に合えへんと思う。ちょうどその月の一番最初の明けた日が満席だったので、要はお越しになるその日の夕方18時には間に合わさなければいけなかったんで、なので前日の朝10時ぐらいに来て日が変わるまでに帰ろうと思って、はい、してたらもう12時を過ぎ、だからもうその時点で14時間ぐらい店にいますよね。はい、で朝3時5時になり、気がつけばオープンでした。はい、だから結局何時間30何時間店にいました。あれなんか新規オープンの感じ。今日開店の日に店だよね。ブラック企業員。個人超がつきますよ。今日はさすがにもう帰れますよね。はい、3時か4時ぐらいには帰る。超お腹いっぱい。じゃあ行きますか。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。美味しかったです。